第一部、世界には光がもたらされた。しかし、その光を揺るがす存在がいた。嵐の神スサノオ。彼の荒々しさは、高間ヶ原を混乱に陥れ、太陽の女神アマテラスを岩戸に隠れさせてしまった。神々の合議により、スサノオは天を追放された。髭を切られ、爪を抜かれ、すべてを剥ぎ取られた神が降り立ったのは、雨に煙る出雲の地だった。ここから、日本神話は天上の物語から地上の開拓史へと大きく舵を切ることになる。こんにちは、がっちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは早速本編に入りましょう。出雲、日の川のほとり。そこでスサノオが出会ったのは、泣き崩れる老夫婦と一人の娘、櫛灘姫だった。彼らを脅かしていたのは、8つの頭と8つの尾を持つ巨大な怪物、ヤマタノオロチ。その体は8つの谷と8つの峰にまたがり、背中には苔や樹木が生い茂り、腹は常に血でただれていたという。スサノオは知略を巡らせた。強い酒を醸し、8つの門に置いたのだ。オロチが酒に酔いしれ、深い眠りに落ちた瞬間、スサノオの剣がきらめく。ヤマタノオロチの尾から現れたのは、燦然と輝く草薙の剣。怪物を打ち、土地に平安をもたらしたスサノオは、荒ぶる神から地上の守護者へと変貌を遂げたのだ。これは、野生の脅威を克服し、人間が住める土地へと変えていく文明の夜明けの象徴でもあった。時代は流れ、舞台はスサノオの子孫、大国主へと引き継がれる。彼は最初から英雄だったわけではない。兄弟たちにいじめられ、二度までも命を落としかけた悲劇の巫女だった。しかし彼は根の国、黄泉の国に近い冥界でスサノオから厳しい訓練を受け、ついに地上を統治する知恵と力を手に入れる。大国主はスクナビコナという小さな神と共に国を歩いた。農業を教え、医療を広め、温泉を見つけ、人々の暮らしを整えていく。目に見える世界のすべてを豊かにした彼は、名実ともに地上の王となったのだ。しかし、その繁栄を天から見つめる視線があった。アマテラスは告げる。その国は私の家系が治めるべきものである、と。高間ヶ原から次々と使者が送られた。時には武力で、時には交渉で。出雲の浜で行われた大国主の息子、武見中田と天の最強の武人、武見和知の力比べ。圧倒的な天の力の前に、ついに大国主は決断する。このうつしおの祭りごとはあなた方にお譲りしましょう。その代わり、私のために巨大な宮殿を建ててほしい。私はそこから目に見えない世界、人の縁や精神の世界を守りましょう。これが現代の出雲大社の起源であり、日本神話最大の転換点、国譲りである。血で血を洗う滅亡ではなく、現世と閣僚を分担するという平和的な解決。ここに、地上の統治権は天の系統へと移った。舞台は再び高間ヶ原。主権を譲り受けたアマテラスは愛する孫、ニニギノミコトを地上へと送り出す決断をする。それは神々の時代が終わりを告げ、血の通った人間がこの国を導く歴史の時代へと移り変わる最初の一歩であった。ニニギが降り立ったのは九州高千穂の峰。彼はその手にアマテラスから授かった三種の神器、鏡、玉、そして剣を携えていた。さらにアマテラスは高間ヶ原の神聖な稲を与え、この稲で地上の民を養いなさいと言い渡す。これが日本という国が稲作の民として歩み出す原点となる。ニニギの降臨。それは天上の神聖な正当性が
初めて地上の血筋として定着した瞬間であった。しかし、神の末裔もまた、この地で寿命という人間の定めに直面することになる。ニニギの子孫、山幸彦と海幸彦。兄の釣り針をなくした山幸彦は、その行方を求めて海の底の宮殿、魚鱗宮へとたどり着く。そこで彼は海の神の娘、豊玉姫と出会い結ばれる。このエピソードは単なるおとぎ話ではない。山幸彦が海の力を得て兄に勝利する物語は、支配者の権威がいかにして確立されたか、そして山の民と海の民がどのように融和したかを示唆している。しかし、豊玉姫が本来の姿を見られることで海へ帰るシーンは、神の純粋な神聖と人間の世界との間に埋められない境界が引かれたことも象徴している。山幸彦の孫、神山豊割彦、後の初代天皇神武天皇である。彼は九州を立ち、より良い国づくりを求めて東へと向かった。それは神武統制と呼ばれる長く苦しい旅路であった。嵐、敵対する一族の攻撃、そして仲間との別れ。もはや彼は魔法を使う神ではない。苦悩し、決断し、前へ進む指導者としての姿がそこにある。アマテラスが使わした三本足のカラス、ヤタガラスに導かれ、彼はついにヤマトの橿原の地に到達する。紀元前660年旧暦の正月。ここに世界最長の歴史を持つとされる日本の王朝が幕を開けた。天地人。紡がれた物語は神武天皇の即位をもって神話から歴史へとその姿を変えた。しかし神話は終わったわけではない。私たちが神社を巡り、米を食し、四季の巡りを祝うとき、その奥底には常にイザナギのみそぎやアマテラスの光、スサノオの勇気が流れている。日本神話、それは遠い昔の記録ではなく、今この瞬間も私たちの魂の中に生き続けている記憶なのだ。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な歴史について解説をしていきたいと思いますので、少しでも面白いなと思ってくださった方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた皆さん次回お会いしましょう。がっちゃんでした。